こんにちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の秋の新商品、特に限定コレクションなどを紹介していきます。すぐに売り切れてしまうものも多いので、ぜひ早めにチェックしてください。まずは秋のコレクションが今年もやってきました。すごく楽しみにしていたんですよね。こちらですね。まずはガラスマグです。思ったよりだいぶ大きめでした。でも色味がとっても綺麗ですよね。こちらはライトブラウンとライトグレーとなっています。セット売りではなくて一つ一つ買うことができます。電子レンジ対応、食洗機対応となっています。たっぷり飲めていいですよね。こちらはとっても秋らしいカラーのボールのセットです。4枚セットになっています。で4色色違いのセットになってまして、どれも秋らしい色味になっています。サイズ感は結構小ぶりですね。こちらも電子レンジ対応、食洗機対応となっています。秋らしい色味ではあるんですけど、このピンクとか白なんかは別に季節問わず使えますよね。こちらはマレーシアクアラルンプールの IKEA なんですけども、夏休みということで足を運びましたが、どこにディスプレイしてるんってちょっとね思いますよねはい、こちらはペーパーナプキンです。今回こちらのコレクションからもペーパーナプキンが出ていました。パッケージがいつも透明の袋だったんですけど、紙に変わってました。見本が出てないと中身の柄がすごい分かりにくい。こっちはね大体分かりますけど分かりにくいですね。今まではこんな風にこの隣にあるやつみたいに透明の袋だったんですけども、変わってましたね。こちらのお花のようなモチーフのデザインが可愛かったので購入してみました。白地にこの模様部分はブラウンのような色味になっていました。同じモチーフのテーブルクロスも出ています。こちらは赤基調となってまして、かなりインパクトがありますね。一気に雰囲気をガラッと変えられそうです。今期はトレイもすごく可愛いなと思いました。先ほどのボールと一緒に使いたくなるカラーリングとなっています。またこの小さいサイズって意外と使い勝手いいんですよね。飲み物とちょっとしたお菓子を乗せるのにぴったりです。ランチョンマットもこのコレクションから出ていまして、すごく温かみのあるデザインとなっています。フリンジもついていて可愛いです。 IKEA あるあるなんですけど、画像で見るより実際は大きいなってことがよくあります。こちらのパイ皿はまさにそれでして、実物見てびっくりしました。全く片手では持ち上げられないぐらいの重量物でした。オンラインでお買い物されている方はご注意ください。こちらも同様でして、画像で見るとこんな感じなんですけど、実物はと言いますと、なんとこちらです。伝わりますかね。左のが通常のキャンドルホルダー、だいたい通常のがあんなぐらいのサイズなんですけど、こちらなんと70センチもあります。いやもうびっくりですよね。意外と画面越しになると分かりづらいんですけど、周りのものとちょっと比較してもらえると異様な巨大さが伝わるといいなと思います。ちなみにこちらはサイズ展開が3種類ありまして、こちらが一番大きなサイズで、小サイズ、中サイズとあります。こちらのディスプレイでは先ほど紹介したテーブルクロスと、またキャンドルホルダーの足元にはリースが置かれています。リースをこのように壁にかけずに置いてデコレーションするっていうアイディアも素敵ですね。こちらのリースは、3種類今期出ています。明るいオレンジ色のタイプと、先ほど映っていた赤色っぽいものと、あともう一つはミックスカラーのものと3種類出ています。それぞれ値段が違うのでご注意ください。壁にかけられるように裏側に輪っかのような形状がついています。
デコレーションコーナーです。やっぱり秋のコレクションはデコレーションがメインとなってきますけども、まずこちらはキャンドルですね。結構毎年おなじみのかぼちゃのガラス容器に入ったキャンドルは2種類ありました。ちょっとね蓋がしっかり閉まってて香りは確かめられませんでしたが、かぼちゃ型のは今年2種類出てるみたいです。こちらの細かい模様が素敵なキャンドルは2個セットとなっています。こちらは秋らしい小物飾りが売っています。今期の注目はやっぱりこちらのキノコでしょうか。キノコのオブジェ結構珍しいですよね。でしかも結構大きさありまして飾りやすそうだなと思いました。小さい小物ってもうノイズに見えてしまうので、このぐらい大きい方がしっかり主張があって分かりやすいと思います。こちらは毎年出ていますが、ガラスの小物入れです。お菓子なんか入れるのに良さそうです。こちらも去年に引き続きヘラジカが出ていました。こちらはちょっと小さめの小物入れガラスの容器です。こちらはですね、何ですか、ドームみたいになってますね。意外と軽いです。中が空洞なのでチェーンライトなんかを中に忍ばせると綺麗になりそうです。こちらは紙製のデコレーションです。こちらのいいところは大きいんですけど畳むと小さくなりますので、シーズンオフの時の収納に困らないのがいい点です。ここからは限定コレクションから離れまして通常の新商品を紹介していきます。こちらは昔から隠れ人気商品のハンドタオルです。ベビー用品のコーナーに売っている商品なんですけども、柔らかくてさらに大量のセットになっていて便利ということで人気のある商品なんですけども、ループのカラーが変わったものが新商品として出ていました。ループの部分が落ち着いたカラーリングに変わっていました。オーガニックコットン 100% で10枚セットとなっており、とてもコスパのいい商品です。実際店舗でもこのようにキッチンコーナーにも置いてあるぐらい汎用性の高い商品です。30センチ角なので、キッチンクロスとかタオルハンカチ的なサイズ感でちょうどいいですよね。他にも10枚セットのものってありまして、こちらはもうちょっと大きいサイズで10枚セットとなっています。こちらはパイル地じゃなくて普通のキッチンクロスっていう感じの質感です。で先ほどのタオルハンカチは色違いも出ていました。こちらマルチカラーになってまして4枚セットになっています。サイズは同じですね。とても優しいパステルカラーになっています。新商品ではないんですけど、これはねちょっと紹介しておきたいなと思って撮影していますが、お皿なんですけども、こちらすごく人気でしてずっと品切れてるんですけど、やっと見ることができましたなんか最近私が行く店舗は品切れると見本も下げられることがあってなかなか見れなかったんですよね。グレーに関しては見本もね出してなかったですけどまたどうせすぐなくなるだろうと思われたのか分かりませんけど、こちらのシリーズほんと可愛くてピンクとグレーがありまして、さらに形状はボールとプレートの2種類が売っています。インスタのストーリーズですぐね紹介したんですけど、在庫ありましたよって紹介したらやっぱグレーのボールを買いましたって方が多かったですね。サイズ感的に使いやすいというお声いただきました。この時も実際グレーのボールを手に取られているお客さんたくさんいらっしゃいました。またすぐ売り切れてしまいそうです。狙ってたって方はぜひお早めにチェックしてください。とてもかっこいいサービングカトラリーが出ていました。オンラインサイトでパッドを見た時は、パッドしか見てなかったのでマットな樹脂製なのかなと思ったらしっかりステンレス製でブラックのコーティングになっていてとてもかっこよかったです。食洗機対応です。こちらはウォールナット製のサービングセットなんですけども、こちらもスタイリッシュで素敵です。この付け根の部分がこのように溝がついてまして、
お皿の縁に引っ掛けられるよという機能的なものとなっています。今回紹介した秋のコレクションのテーブルクロスなどとも相性が良さそうなデザインです。こちらはベッドカバーマルチカバーなんですけども、超ロングセラーのシリーズから新色が出ていました。私はきなり色のものをかなり長年使ってまして、生地がすごくしっかり重みがありまして、で毛羽立ちとかもないので季節問わず使えるので気に入っています。大きいのでソファーカバーにもなります。で新色はグリーンとピンクが出ていました。でピンクはかなり薄めのピンクなので優しい雰囲気です。グリーンはかなり落ち着いた色味です。収納関係です。一応新商品なんですけども、多分他国の IKEA では前からあった商品で、アジア圏には新商品っていう扱いなのかなと思います。このスクーブシリーズなんですけども、この引き出しの中で使えるインサートボックスの3点セットです。3点セットなんですけど、1つだけ仕切り付きになっています。こちらグレーのカラー展開もあります。3つセットでこの価格なのでコスパいいなと思いました。1つ買ってみます。使わない時はこんな風にぺったんこになるのもいいところだなと思います。包装用に巻かれている紙かと思ったら、これがそのまま製品のタグもなってるし、裏には組み立て説明書にもなってるし、とても合理的です。このような板が付属してまして、これを側面に差し込むことでしっかりしたボックスになります。3つ中1つだけ仕切りがついてるんですけども、このようにマジックテープになっていました。残りの2つは仕切りがなくてシンプルな長方形となっています。似たような商品でストゥークという種類のものがあります。私それを結構愛用してまして、この左側がストゥークになります。で右が今回購入したスクープです。長手方向はスクープの方が大きいです。深さもスクープの方が少し深くなっています。横幅は同じぐらいですね。ちょっと突然のタグを処理しています。このように手でちぎることができます。ストゥークとあと大きな違いとしては底面がないことです。ストゥークは底板があるんですけども、スクープは底板がありません。なので単体でこう引き出しのような使い方をしようとするとちょっと弱いかなっていう気はします。スクープは大きいのでちょっとごつめのこういうセーターみたいなものも畳んでちょうどいいです。こういうのハンガーにかけずに畳んでしまいたいなと思ってたのでちょうどいいなと思いました。このようにクローゼットの棚板の上に並べて使っています。上からパッと見て取れますし、直線的で無駄もないですし、真っ白ですっきりしたデザインが気に入っています。こちらのポータブルライト、ずっと日本で入荷が遅れてまして、夏休みにマレーシアの IKEA で買ってきましたけども、そろそろ日本でも入ってきているんじゃないかなと思います。 IKEA の商品の中では珍しくこのようにバッテリーが付属しています。あと電球を自分で挿す必要がありますけども、組み立てというかね、これぐらいなのでとても簡単です。電球がこのように別パーツになっているので、電球が切れたとしても交換できて嬉しいですよね。電球はスペアパーツとして登録されているので IKEA に問い合わせれば注文できるんじゃないかなと思います。あとはこのバッテリーを上部に差し込んでシェードは乗せるだけでしたね。で充電する際はここに直接 USB ポートがありますので充電することができます。便利ですね。明るさは3段階に調節できます。めちゃくちゃスタイリッシュですよね。シンプルなので合わせやすいと思います。またポータブルなので部屋のどこでも使えるのが便利ですね。ダイニングテーブルの上なんかでも使えます。表面がすごく指紋がつきやすかったらどうしようと思ったんですけど、そうでもなかったです。動画を投稿する頃に日本にも来ているんじゃないかなと思って編集してますけども、
ブラックも本当に一瞬で売り切れましたので、今も入手困難となっていますので、狙ってる方はオンラインサイトの在庫の状況をよくチェックしてください。もうブラックもマット調でめちゃくちゃかっこいいです。次は大物家具なんですけども、結構大きめのコーヒーテーブルです。かっこいいデザインで見るのを楽しみにしていました。気になる質感は月板仕様になっているので綺麗でした。この中身が収納になってるんですよ。でちょっと最初戸惑ったんですけども、こういうフラップ式の扉になっています。でこれが両サイドから開くようになってますので、かなり大量に収納することができます。リモコンとかよく使うものをここに収納できていいですよね。足のあるデザインなのですっきり見えるのもいいなと思いました。ルームセットを一緒に見ていきましょう。マレーシアクアラルンプールの店舗です。全体的に日本よりも広いお部屋が多かったかなと思いました。このウォールランプ、日本はもうなかったですよね。こうやって使うんだという参考になります。全体的にトーンスタードシリーズという家具が多く使われています。月板仕様なのでちょっと値段高めなんですけども、質感のいいシリーズです。こちらの丸っこい花瓶、とても可愛いですね。新商品なんですけども、こういうナチュラルなテイストのインテリアにもよく合うんだなと思いました。ちょっとこのグラデーションかかった色味が素敵です。高見えしますよね。こちらのテーブルランプ、とても人気でいろんなところでディスプレイされているのを見るんですけど、乳白色の電球と合わせてありました。エジソン電球もいいんですけど、テーブルライトって目線の高さに来ることもあると思うので、クリア電球だと直接眩しい光が来ることもあるかなと思います。とはいえお好みなので、明るさについてはルーメンの値で選べばいいと思います。次回は新コレクションについてまた紹介したいと思います。キャスター付きのバッグっていうんですかね、荷物が重たくなった時にめっちゃいいなと思いました。最後までご覧いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。